こんにちは。チャプターズブックストアスタッフのななみです。夏ですね全然梅雨の気配することなく夏みたいな暑さが続いてますけど、皆さん大丈夫ですか？バテてないですか？私はめちゃくちゃ元気です夏になるとほっといても元気なんですけど、そんな元気な私、最近ねすごく本が読めるモードで、いろんな本も読めているので結構調子がいいです。今回はそんな私の最近読んだ本ダダダーっとご紹介動画です。イエーイ。はい、なんですけどこの動画撮るって決めてたのに、ちょっと前に私本棚整理をしちゃって、ここにある本ない本があるんですが、頑張って20冊ぐらいはかき集めてきました。はい、で今回ご紹介する本はですね、この前ラジオでお話しした私読書スランプだったっていうのもあって、結構リハビリ的な意味も込めてエッセイが多かったり、あとはずっと気になって買ってはいたのに読めてなかったジンとかもたくさんあるので、サクッと面白い本読みたいわとか変わった本読みたいわっていう方に気になる本が見つかるきっかけになったらいいなと思います。はい、それでは行きましょう。ゴータイトルからいきましょうか。でまず1個目、松本人間さん、おばあちゃんとギャル。1個目からタイトルいいでしょこれは本屋さんでいいなと思って買いました。で次、野本周平さん、海の町に暮らす。これエッセイですね。続いてこれは前野さんがななみちゃん好きそうって言って買ってくださったんですけど、白瀬せなさん、いい子でいたら幸せになれるんじゃなかったのかよタイトルしんどい。でも前野さん分かってるなっていう、そう本当にね、長女は結構これ読むとしんどいと思うあーってなると思う。続いてこれは私がインスタで見て可愛いと思って気になってた本です。はい、赤染明子さんのジャムパンの日と同じ方の初子さん、はい、こっちはエッセイで、こっちは中編小説になってます。これ文房具好きな方とか結構想定たまんないですよね。ノートみたいで可愛いと思って、買いました。で続いてこれもインスタがきっかけですね。文さん、この二次会をさっさと抜け出して家でパンをこねたい。これは文さんって方が古本屋さんで働きながらご自身も詩とか文章を書いてるんですけど、それを手プラにね、こんな感じのシールに文字印刷して展示されてたりするっていう方で、すごく好きでインスタずっと追っかけているんですが、エッセイを出されたっていうことで買ってはいたものの読めていなくて、やっと読めたっていう一冊です。すごい東京のサブストーリーみたいな感じで面白かったです。で続いてこれもそんな感じの東京本なんですけど、これは選書マイスターさんからご紹介いただいた本で、東京の台所、大平和恵さんという方の本ですの、こっちは続編ですね。その方が普段 YouTube も見てくださってるってことで、この本いただいたんですけれども、ななみさんに選書してもいいですかって言って、すごく好きそうっていう風に教えてもらった本です。こんな感じで東京に住む人たちの台所を特集した一冊なんですよ。たまらない、こういうの大好き。なんで分かったんだろう本当にどこでバレたっていう恥ずかしさもありながら、こうやって選書していただけるのすごく嬉しいなと、感じました。続いて、松本英子さん、かけゆくん。これは贅沢です。フルカラーのコミックエッセイになっています。温泉がテーマの一冊です。続いてこれも旅系ですね。ファさん、どこでもいいからどこかへ行きたい、と、それの続編というか、いろんな人とそれ書いてみたよみたいな、どこからでもいいからどこかへ行ってみんなで旅日記を書いてみた、こういうの好き、セットみたいな感じの。続いてこれは読みの市で買った本ですね。中央線日記ボリューム2、あと
私の地元奄美の旅をされた方が書いたエッセイ、奄美旅上巻。はい、ジン好きなのに、私読書スランプの時本当もうジンすらも読めない、もう1文字も読めないっていう感じで、この2冊もやっと読めたっていう感じなんですが、こっちはボリューム2しかないし、こっちは上巻しかないしっていうので、ボリューム1とじゃあ下巻とを買える日を楽しみに、また本屋さん練り歩かなきゃなと思ってます。はい、続いてこれね、この激ヤバ表紙、はい、トレック 1&2 さんの東京筆展、ちょっと後でご紹介します。続いてここら辺は名古屋の出張選手の時に買った本ですね。ルコさんの労働中、ななこさん喫茶をめぐって3000里。続いて豚小屋ブックスさんの船張慎太郎さん、店主さんが書かれた本です。起立気をつけ、今から本屋を始めますと、その同じ方がエッセイ書かれているのが入っている随風の3号目、1号も2号も私読んでいて、今のところコンプリートできています。エッセイね、ちょっとこう窓口広げたいなっていう方にはおすすめの文芸誌です。で最後、これもコミックエッセイですね。原田ありささん、帰りに牛乳買ってきてです。はい、以上、こんな感じの本を私は読みまして、結構ね、私はすごい本をすぐ好きになっちゃうタイプなんで、どれも楽しかったなっていう感じなんですけど、特に面白かったなっていうか印象に残ってる本をご紹介していきたいと思います。特に印象に残ったでいくと、やっぱこれですよね。この中でもすごい異色な一冊なんですけど、この東京筆展は東京での暮らしを書いたエッセイになっております。表紙買いですね。これサミットのチラシ、本当のチラシが使われてるんですよ。本当にジーンって自由だなっていうのが好きで、私は結構普段からチェックしてる方ではいるんですけど、これはもう今買わなかったら二度と出会えないって思っちゃって、はい、即決でした。何食べて生きてたらこんなこと思いつくんですかねっていう表紙なんですけど、中身もなかなかぶっ飛んでいらっしゃって、はい、これ副題がコンクリートジャングルサバイバル生活史っていうのと、筆典っていうのがこう貧乏っていうのを表す言葉らしいのですが、この作者のトレック 1&2 さんはご夫婦なのかな、シルクスクリーンをしたり写真を撮ったりして活動されているユニットらしいです。で本当にギリギリの生活で、これ何月何日っていう感じで日記形式で進んでいくんですけど、最後が必ず本日の収入っていうので締めくくられているんですね。なんですが、本日の収入なしの方が圧倒的に多い。でその上5万円しか手元にないのにカードの請求額20万円になっちゃったりとか、その中日本酒、激レアの日本酒を求めて旅行に行っちゃったり、いやでも友達にも会いたいしっていうので、もう大変サバイブ、めちゃくちゃサバイブしました。この本ツッコミどころはたくさんあるんですけど、一番やばいなって思ったのが近所のレシピっていうコーナーがあるんですよ。で節約レシピのパートなんですけど、だいたい節約レシピってお豆腐とかもやしとかお腹いっぱいになるのを想像するじゃないですか。でもこの本はアクアパッツァが出てきます。はい、おしゃれ料理しか出てきませんこれなんですけど、タイのアラーパッツァ、一応ね節約レシピなんで、サミットで買ったアラを使ったっていうお財布に優しいレシピではあるんですけど、ディルとかタイムとかおしゃれなハーブは出てくるし、あとなんだっけ、よくわかんないスパイスも出てくるしみたいな、こんな節約レシピ初めて見た。彼らの生活をサミットが支えてくれてるんだなっていうのは分かったんですけども、あとはハテナが止まらないっていう内容で、でもそれがいいなって、深刻なレベルでお金はないけど好きなことをやって好きなものを食べて大切な家族友達と生きている以上って感じで、もう圧倒させられた一冊でした。
はい、こういうジンって全員におすすめしたいっていうのとはまた違うんですけど、世の中こんな本もあるんだと知ってると楽しいかなと思います。はい。でジンで行くと名古屋でね結構ジンを買ったんですけど、その本たちが面白くって、ななこさんの喫茶をめぐって3000里ですね。これはオムニバスにチャプターズ出展して、私たちのブースの目の前のブースで出展されていたんですよ、ななこさんが。で目が合っちゃって、これをお迎えしなきゃと思って、はい、購入しました。でこの本は名古屋の喫茶店文化を書いたエッセイなのかなと思って楽しく読み始めましたら、はい、バルセロナまで行っていらっしゃいました。本当にもうジンってこういうことなんですよ。予想外のことがどんどん起きる。そうね、もうどんだけ喫茶店好きなんだと。こんなねちっちゃな本の中に喫茶店の本当いろんなお店ならではのメニューが詰まってて、人との出会いとか思い出もたくさんあって、自分だけの秘密の楽しみ方みたいなのも書かれていて、私もカフェより喫茶店が好きなんですけど、喫茶店だからこそ生まれる物語すごく愛おしく描かれていました。はい、これせっかく名古屋で買ったのにもう一泊してゆっくりモーニングとかしながら読めばよかったなっていうのが心残り、はい、ですで、そうこのジンもね面白かったです。ルコさんの労働中、形がねすごいユニークで面白いんですけど、これはスキマバイトアプリタイミーでいろんな仕事をしてみたっていう体験記なんですが、数がすごくて1年間で170箇所もバイト先を経験されたそうなんですね。でしかもそのルコさんのルール的に1回行ったバイト先は行かないっていうルールがあるらしく、あまりにもタフスキルで、その行った先々でいろんな人がいて、いろんなお客さんがいて、知らない職業があって、ああこうやって経済が回っていくんだと。もうバイトの話なのに社会の縮図を見てるような感じのかなり濃い一冊でした。で結構ね日雇いバイトのリアルみたいなのも書かれていて、下に見られてしまうこととかもあるんですって。でズキンとする部分があって、勤務先に行った時に「うわ明日のタイミー50歳の おじさんじゃん」みたいな会話があったりするんですって。でもそれに対してルコさんはどの口が言ってるんだと。その年で新しいことができるのがすごいじゃんみたいな。自分よりも若い人から教えてもらって新しいことをやってる人の方がずっとすごくないっていうのを綴ってるんですね。いやそうなんですよ。なんですけどもすごい痛いとこを突かれたというか、ビンタされたようなちょっと衝撃ショックがあって、私はもう年齢的にはアラサーになってしまったけど、中身はまだまだだな、ペーペーだなって思う部分もあるくせに、少しずつ腰が重くなってきてるのをすごく見透かされた感じがしました。はい学生の頃とか痛々しいくらいに新しいことに突っ込んでいったはずなのに、今はどうだと、最近何か挑戦したかって聞かれたくないかもって思う自分がいて、そうこんなねニッコニコの可愛いイラスト描いてるけどめちゃくちゃパンチラインエグかったです。はい、でもいろんな職場を経験されたからこそ描けるものだなっていうので、はい、素晴らしい一冊でした。でちょっと内容は違うんですけど、このファさんのどこでもいいからどこかへ行きたいも、今の私には外の世界、新しい刺激みたいなのをすごく考えるきっかけになった一冊で、これはねめちゃくちゃ面白かったです。文庫本だし比較的手に入りやすいと思うんで、ぜひ本屋さんで探してみてください。はい、でこれは旅ってどこからが旅みたいな、なんで旅をするのっていうのを考えるような一冊になっています。でファさんはもう旅っていうのは家から出たらそれはもう旅だっていう風に書かれているんですけど、それこそバスに乗ってぼーっとしたくて、もうほんと高速バスで当てもなく行ったりとか、青春18切符を買ってダラダラ移動して帰ったり帰らなかったりっていう、割とちょっと旅っぽいみたいなのもあれば、家から出て銭湯に行ってチェーン店のカフェに行って用もないのにビジネスホテルに泊まりに行って、それも旅なんだと。結構散歩の延長線みたいな、
のらりくらりっていう感じの旅のスタイルを書かれていて、私さっき外の世界、新しい刺激みたいなのをこの本で感じたって言ったんですけど、私はあまりにインドアすぎるんですよね。でファさんは全然この本も熱血っていう感じではなくて、むしろ低電力系なんですよ。ただたまに来るやってられんっていう日常をリセットしたいなって時に突発的に家を出て旅に出る。そうやって日常から距離を置くことで行き詰まりにから解放されたり、小さな幸せに気づくことができるじゃんっていうのを書かれてて、はい、もう本当にそうですよね。外に出ることって大事だよなっていう。インドアって悪くはないけど、インドアすぎると良かないよなっていうのをすごく感じまして、最近ですね、意識的にちょっとカフェに行ってモーニングしたりとか、外食あえてちょっと近くの居酒屋行ってみたり、ちょっとだけ外に出るっていう意識を持ちながら生きておりますはい。でこのね、どこでもいいからどこかへ行ってみんなで旅日記を書いてみたって、このシーンもすごく面白くって、これはファさんのお友達なんですかね。はい。いろんな方がいろんなところに旅に行ったよっていう旅エッセイを書かれてるんですけど、この本に倣って旅先はめちゃくちゃ自由です。結構石垣島とか旅行を本当旅っぽいなっていうのをされてる方もいれば、病院、奥様の出産に立ち会った話だったりとか、もう家が嫌になって家出した話とか、もう本当に自由に書かれてて、これも結構楽しかったですね。これは読むんだったらやっぱこっち読んでから行った方がいいと思います。はい。続いてこちらご紹介したくってさせてくださいこれもオムニバスで買った本なんですけど、名古屋に去年できた本屋さん、ベタコヤブックスさんの店主船張さんが書かれた人ですね。でこの方はもともと小学校の先生をされていたんですって。そこから本屋さん始めようと思ったきっかけとか、物件探し、職場への報告、退職、開業準備までがもうめちゃくちゃリアルに書かれていて、これもまた新しい挑戦みたいなお話でした。本当に私、重なる時って重なりますよね。新しい挑戦、新しい風みたいなのすごく考えさせられた、ここら辺の本で。こっちはビンタされるようなショックっていうよりかは、元先生だからなのか、大切なものを一緒に考えたり向き合ってくれるような、はい、感覚でした。で書店に限らず今をやめて何かを始めるっていうのすごく大変じゃないですか。で歌子屋ブックスさんの場合は本当に物件探しが何回も白紙に戻って読んでるこっちも一緒に悲鳴上げちゃうレベル。そうやっぱ学校の先生なんで何ヶ月後に辞めますかできないんですよ。期限は決まってるみたいなんですけど、そう相当大変だったはずなのに、その辛さをユーモアに変えて成仏しているような素敵な文章で、これ読んで思ったのは、ユーモアってたくさんの知識と経験があるからこそ人を笑顔にできるんだなって、はい、感じましたね。もうすっかりファンですすごく笑わせてくれるし、元気になってあったかい気持ちにもなるし、でも教師として父親として書店主としての覚悟の熱い部分もすごく伝わって、もう感情がいっぱいいっぱい好きなねエピソードという部分たくさんあるんですけど、抜粋しても伝わるもんじゃないので読んでください。はい私もっとこの文章を読みたいなと思って、随風ね買っといてよかった。船張さんがこの本僕もエッセイ書いたんですっていう風に教えてくださって、私随風1号も2号も追っていたんで買ったんですけど、はい、また触れられました。でも足りない、もっと読みたい。この続きなのかな、もう一冊出ているみたいなので、はい、ちょっとこの前名古屋出張行った時はタイミングが合わなくて行けなかったんですけど、絶対豚小屋ブックスさん行きたいなと。はい、私が名古屋に行く日はまたね、そう遠くないのかもしれないなと思っております。はい、続いてこちら、これもオムニバスで買った本なんですけど、原田ありささんの帰りに牛乳買ってきて、結構 SNS でも見かけたことがあるような気がします。これは以前チャプターズで原田さんの日本のやばい女の子
っていう、日本昔話に出てくる女の子たちを令和になった今再解釈するっていうエッセイをお迎えしたことがありまして、そこで知った作家さんがなんとイベントでサイン会をされると、もうそれはいただくしかないよなっていうので、ちゃっかり買ってちゃっかりサインいただきました。はいでこの本は原田さんの学生の頃から20年もシェアハウスを続けている女性2人暮らしコミックエッセイになっています。で基本は結構日常エッセイでシェアハウスあるあるみたいなほのぼの楽しい感じで書かれているんですが、たまにすごい考えさせられる部分があって、やっぱり長くシェアハウスしていると周りからシェアハウス女2人で結婚はしないのとか言われちゃうことがあると。でもうるさいみたいな、私たちが納得してるんだからそれでいいでしょっていうのが入っていたりっていう、このシェアハウスのきっかけがほんとスルッと始まったんですよ。終電逃したから止めてっていうルームメイトのその一声から始まって、で泊まりに来る回数が多くなって、お互いに居心地いいからシェアハウス本格的にするかっていうのでもう20年続いてるすごいですよね。でもちろんね喧嘩もするしイライラすることもあるけど、それ以上に楽しいこと嬉しいこと救われることがあって、だからこそこんなに続いてるし、それって異性の恋人とか夫婦とかでも同じ理由で一緒に住んで、離れることもある。中身は変わらないのになんでマンションの審査通りづらいんだよみたいな、もうはあみたいな、いやそうですよねってすごい何回もうなずいちゃった。日本のやばい女の子もそうだったんですけど、原田さんの本は物の見方を変えたりとかインスピレーションを与えてくれる部分がすごくあって、読んでいてすごい頭がすっきりする、そんな本です。コミックエッセイなのでちょうどね読んだ時読書スランプ明けだったんですけど、そのリハビリにもよくて楽しく読めました。こんな感じですかね。今回エッセイ人が多めだったんですけど、いかがでしたでしょうか。気になる本はありましたか？もし読んだことあるよって本がありましたら、ぜひコメントで教えてください。感想をシェアしましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。